ボンジュール。皆様いかがお過ごしでしょうか。このチャンネルをご視聴くださいましてどうもありがとうございます。今日はパリで注目の展覧会にまずご案内します。動画の終盤ではとっておきの空間を皆様と分かち合いたいと思います。どうぞのんびりとお楽しみください。私は今セーヌ川に架かる橋、カルーゼル橋の上にいます。パリの1月は曇りがちです。正面に見える建物、これは何でしょう。そうです、ルーブル美術館です。アーチの門を越えて中に入ってきました。カルーゼルの凱旋門が今工事中のようですね。囲いの中を覗き込んでいる人がいます。何が中にあるのかしら。作業中の様子が見られるんですね。こちらの窓からはいつもは凱旋門の上に飾ってあった馬たちが修復中でした。本日最初の目的地はパリ装飾芸術美術館です。ルーブル美術館の並びにあります。5、4、3、2、1、GO モードとスポーツ。そうなんです。今この美術館の中ではファッションとスポーツをテーマにした展覧会が開かれています。ルーブル美術館でもいつも思うんですけれども、もう建物そのもののディテールが素晴らしくっていちいち見とれてしまいます。なるほど、展覧会のスタートはこんな感じなんですね。高いところのモチーフに見覚えはありませんか？ルーブル美術館の見どころの一つ、サモトラ家のニケの彫像を複製したものが飾られていました。スポーツをテーマにしているだけあって、この演出がすごく洒落てますよね。競技場のトラックの上にファッションが展開している。現代の有名ファッションデザイナーたちが手がけた作品が並んでいました。どうして今この展覧会なのか、その理由はもう皆さんお分かりですよね。2024年の夏にパリでオリンピックが開かれます。それに先立って2023年の秋から2024年春にかけてこの展覧会が開かれているというわけなんです。古代から現代までのスポーツとファッションとの関わりが紹介されているんですが、衣装を見せるだけではなくて、こうしてところどころにビデオがしつらえてあるのが面白いです。この辺りは昔のユニフォームなんですが、この真ん中の胸のマークからわかります？ニュージーランドのオールブラックス、1905年のユニフォームですって。体操をしている動画、これがなかなか面白いんです。横にいたマダムたちと私も
ちょっとニヤニヤしながらこのビデオを眺めていたんですが、本質的には昔も今もあまり変わっていないのかもしれませんね。人のことは笑えないような気もしてきました。ベルエポックのご婦人たちのスポーツウェアにはコルセットがやはりつきものだったんですって。こんなものをつけて運動ができるんでしょうかね。この細さにびっくり。太ももがようやく入るくらいかなという感じです。ゴルフウェアもテニスウェアもエレガントでございましたね。少し時代が経つと軽快にはなってきていますけれども、見てください。これテニスラケットを入れていたケース。スポーツが贅沢なものだったことには変わりがないかもしれませんね。そしてこちらは水着のコーナーでした。ずいぶん露出の差がありますこと。天井も注目。すごく遊び心のある展覧会ですよね。こちらは男性の水着なんですけど、これがねちょっとおかしいんですよ。前にはエレガントな男女が描かれていて、鏡に映ったお尻にはかなり砕けた風刺画になっていました。そうそう、スニーカーはファッションの世界で本当に注目のアイテムになりましたよね。オリンピックのナショナルチームたちの衣装。この右の衣装はきっと皆さん記憶に新しいのではないでしょうか。2022年の冬季オリンピックでカザフスタンの騎手の女性が着ていたものです。そして私たち日本人にとってはとても思い入れのある1964年の東京オリンピックのポスターとウェアが展示してありました。近づいてまじまじと見てみると、今だったら下着っていうくらいのものなんですよね。これが晴れの日の衣装だったなんて、やはり時代を感じますね。このミュージアムショップを通ってから出口になっています。装飾芸術美術館の入り口は本来こちらなんですよね。リボリ通り側です。けれども今ご覧の通り工事中。パリは今どこもかしこも工事中。オリンピックの時にはパリ全体がピッカピカになってるのかしら。近くのお店でぜひ行ってみたいところがあったんです。この金ピカの彫像のすぐそばなんですが、この彫像は何だかお分かりですか？ジャンヌ・ダルク像です。お店はそこからすぐのところにあるこちらです。セバスチャン・ゴダール。パリの有名なパティシエさんのお店です。本店はモンマルトルの丘のふもとマルチール通りにあるんですが、こちらは2号店でサロンの手も併設しています。私はその本店の方がオープンした時、もうずいぶん前ですけれども、
料理プロデューサーの近野文子さんとご一緒させていただいて取材をしたことがあります。その時近野さんがおっしゃってたことがすごく印象的なんですけれど、セバスチャン・ゴダールさんの作るスイーツは木をてらった色を使っていない、一見するとちょっと控えめなくらいの色調なんですけれども、それだけに素材それぞれを吟味してあって伝統的なお菓子の本質があるといった意味のことをおっしゃっていたのがとても印象的でした。日持ちのするようなお菓子も並んでいて、パリのお土産にも良さそうじゃないですか。そうそう、クグロフもこちらの名物みたいなんですよね。2階がサロンドテになっています。壁にはジャンヌ・ダルクの絵が何点か飾られていました。こちらのサロンドテはどこかクラシカルで優雅なお宅のサロンにお邪魔しているような雰囲気です。この写真の左側の男性がセバスチャン・ゴダールさんです。フランスの東部の出身だそうなので、それでクグロフがお得意だったりするんですね。このちょっと天井の低い2階の雰囲気、こう親密な感じの空間になってますね。今日は空いているのでお席選びたい放題でした。親しいお友達が合流してくれることになって、2人でおしゃべりしながらお茶の時間です。もちろんスイーツはマスト。そうどれにしましょうねと思っていたら、お店の方がすべてのレパートリーを持ってきてくれました。もう目移りしますね。私はアールグレイをお願いしたんですが、パリのサロンドテではこうやって鉄瓶をティーポット代わりにしているところ結構多いんですよね。結局私はこちらを選びました。お友達はモンブラン。どうせなら違うものを頼んで半分こしようということになりました。モンブランがちょっと分けにくくて難儀しました。ピスタチオのムースとさくらんぼの組み合わせ、ちょっと珍しいでしょ。でもとっても美味しかったです。お友達と別れて、私はもう少し歩きます。次に目指しているのはこちら、ギャルリ・ビビエンヌ。美しいアーケードです。パリにはこうしたアーケードがいくつかあるんですけれども、ギャルリ・ビビエンヌは特に美しいと思います。ギャラリーの中では音が反響してまた独特の雰囲気があります。
外がたとえどんよりとした曇りの日でも、ここだけいつも金色の光があふれている、そんな風に感じる場所です。これが日常の風景なんですから、パリってやっぱり贅沢な街だなと改めて思います。今さっき美味しいスイーツをいただいたばっかりなのに、私はまたこういうものに引き寄せられていますね。この街には誘惑が多すぎます。美しいギャラリーの中でも特に私の好きなコーナーがここです。こちらの古書店、いかにも古き良きパリが大事に守られているという感じでしょう。ポストカードも素敵なものがたくさんあります。この映画大好きな方多いんではないですかね。オードリー・ヘップバーンがパリを舞台にして演じたパリの恋人。まさにカルーゼルの凱旋門の前の写真ですね。ここにいるといろいろな国の言葉が聞こえてきます。外国の方にもこれは魅力的なお店ですよね。今日は私このギャラリーで探したいものがあって来ているんですが、どうでしょう、見つかるでしょうか。アーケードの中ではなくて、ここを出たところにあるのかもしれません。ありました。これです。高田健三さんのプレートが掲げられたんです。日本のファッションデザイナー、1970年ギャルリー・ビビエンヌの中に最初のブティックを開き、パリで最初のショーを行ったと書いてあります。その下には彼の直筆でしょう、夢の一文字も刻まれていました。もう20年も前の話になってしまいますが、私は日本の雑誌の仕事で高田健三さんのご自宅で撮影とインタビューをさせていただいたことがあります。当時彼はパリ・バスティーユ界隈の見事な邸宅にお住まいでした。敷地にはこんな日本庭園までありました。その時の記事のテーマは、健三さんがアテネオリンピックの日本代表団の公式コスチュームをデザインするということから発展したものでした。当時すでにもう38年パリにお住まいで、すっかりパリジャンという印象の健三さんでしたけれども、オリンピックではやはり母国日本のチームを応援しているとおっしゃっていたのがとても印象的でした。ここまでお付き合いくださいましてありがとうございます。最後にとっておきの風景をご覧に入れたいと思います。それがこちらなんですが、こんなところに誰かがお昼ご飯を忘れていったんでしょうか。こちらは国立図書館リシュリュー館です。
大工事の末に再開されました。私は2024年1月に発売になったクレアトラベラーという雑誌の取材で初めてこの再開された図書館の中に足を踏み入れたのですが、この光景にしばし言葉を失ってしまいました。取材では特別にこの2階に上げていただいて、そこから図書館のオーバルルームを見せていただくことができました。その時私は個人的にということで持っていた iPhone でこの映像を撮影していました。雑誌の方にはこちらの図書館のことを詳しくご紹介しているんですが、せっかくのこの光景をぜひこのチャンネルでもご覧いただきたいと思って、図書館のプレスの方から快諾をいただいてこのようにご紹介しています。こちらの閲覧室は誰でも無料で入れます。ツーリストも同じです。パリにお越しの際にはどうぞこの空間を一度体験なさってみてください。文化大国フランス、その深い深い懐に抱かれるような、そんな気持ちになると思います。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。コメントもとても励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。アビアント。